敷地の西側にジャングルと化した崖があります。この崖は7、8メートルの高さがあり、途中に敷地の境界があります。今日は妻が助っ人に来てくれたので、2人で徹底的に草刈りしようと思います。ついでに側溝の掃除もお願いしました。古屋の裏の雑草はかなり伸びています。雑草が茂ると風通しが悪くなってボロ屋の劣化がさらに進みそうです。ちなみにですが、購入した時はこんな感じでした。側溝があることもわからないくらいでした。反対側から見てみます。梅雨の中休みなのでどんより曇っていますが、雨はこの後止む予報なので信じて作業してみます。すごいな。これはすごいな。入れないですね。忙しさを理由に草刈りをサボったらこんなになってしまいました。手前から少しずつ刈っていくしかありません。充電式の生垣バリカンで進入路を確保していきます。今刈っているあたりに境界杭があるので、杭より下側だけ刈っていきます。田舎物件を購入しようと考えている方は傾斜地にお気をつけください。築古の戸建ては崖を背負った物件が多くあります。こんな風にジャングル化した斜面に挑む羽目になるかもしれません。しっかり擁壁化されている場合は敷地内か敷地外かで大きな差になります。擁壁の寿命が来た時に修繕にものすごいお金がかかるそうです。そんなことを考えながら物件を探したはずなんですけど、気がついたらこの物件買ってました。滑った。房総半島にあるこの地域はのどかな里山風景が魅力の田舎ですが、一応首都圏です。なので都心に通勤されてる方もそこそこいるようです。妻も月に1、2回ですが都内の会社に電車で出勤していますし、自分も仕事の川関係の用事で車で往復したりしています。東京圏内の条件不利地域というらしいです。なのでめっちゃ不便で、雑草まみれで建物ボロボロだとしても地方の田舎物件よりは価格高めです。予算が潤沢にあれば理想の物件に出会えるかもしれませんが、数百万で買えるような物件なので妥協ポイント満載です。どこか一つに魅力を感じたらあとは目をつむるみたいな。多くの妥協点をどのように DIY 的に楽しめるか、そんな風に考えないとやってられません。まあ楽しめない場合もありますけど、休憩しよっと。傾斜地での草刈りは親父ギャグと一緒で大変滑りやすいのでお気をつけください。草刈りっていうか剪定みたいになってた。この辺りはバリカンで軽くカットしておくことにします。決して狭い敷地ではないのになぜ建物を崖に寄せるのか謎です。崖の下は土から水が染み出すため湿度が高めなのです。かなり距離を空けないと再建築もできないと思います。湿度プラス半日陰のためか、三つ葉と雪の下、みょうがが収穫できます。木での山菜採り場となっています。どかして、じゃあなんかコンクリート抜いて探して。トイレのすぐ外の地面に穴が開いています。サイディングの切れ端で塞いでいたのですが割れてしまったようです。トイレは洋式の水栓ですが、もともとは汲み取り式だったと思われます。便槽があった場所を土で埋め戻したのかなと思います。そんな甘いですね。大雨が降っても水たまりになったりすることもないので、汲み取りの横の便槽への穴開け処理などはされていると推測します。とりあえず足を滑らせないようにブロックで塞ぐことにしました。後の片付けはお任せして、木では赤道の草刈りをします。風がすごい。
草刈りにはマキタの充電式のものを使っています。今年で8年目です。買った時には知らなかったのですが、モーターが先端にあります。そのため先端が重く、斜面に使うと腕がパンパンになるほど疲れます。翌日は確実に筋肉痛になります。今時は最上部にモーターがあるのが主流なようです。皆さん、購入するときは気にしてくださいね。カップヌードルはカレー派。カレーだ。バリカンは生垣などに使うもので、草刈り用ではありません。なのでブレードに頻繁に草が挟まって止まります。必ずバッテリーを外してから触るようにしましょう。バリカンの刃はあまり鋭利には見えないので油断しがちです。当たり前ですがめちゃくちゃ切れます。以前ヤニ取りをしていて、グローブごとざっくり手を切ったことがあります。軽く触れた程度だと思ったのですが、思いのほか深く切れていました。結構バリカンで草刈りしちゃう人って多い気がします。皆さんお気をつけください。足元は草刈り機、上の方はバリカンと使い分けています。先ほど裏の崖から剪定してきた雑木を解体しようと思います。この手の名前のわからない木がたくさん生えています。成長が早くて根元から切っても1年で人の背丈ほどに回復したりします。薪に使えるかもと考えたこともありますが、いまいちでした。乾燥させるとスカスカで軽く、バルサ材のような雰囲気です。もちろんよく燃えますが、あっという間に灰になります。気持ちが悪いんですね。なので最近は解体して土に返すようにしています。ようやく終わりました。ジャングルと化した斜面の草刈りと清掃終わりました。場所によって急角度で滑りやすく大変な作業でした。崖だけに命がけです。日当たりも良くなって風通しも確保できたと思うので一安心です。ただどうしても気がかりなのが上です。奥の方から樹木が大きく越境して日陰を作っています。さすがに自分じゃ切れないな。食べ終わった種から発芽したビワです。123 5個、この間3つ持ってったから8個しかなかった。全部取っちゃう。初収穫したビワは酸味が強く、お世辞にも美味しいとは言えません。ひーちゃん落としそうだな。もう1個あるよ、ひーちゃん。なぜかひーちゃんは気に入ったようで喜んで全部食べました。ひーちゃんほら、これ最後の1個5個、はい、じゃあ持っていこう、向こうに。大根を収穫しないで放っておくとこんな風に鞘をつけるんですね。来年勝手に大根生えてきそう。気温が高くなってきてトマトがぐんぐん伸びてきました。まめに結んでおかないと風が吹いてぽっきり折れちゃいます。折れたり剪定した枝葉捨てずに水差しで発根させてみます。うまくいったら土に植えてみます。柿の枝が重さでどんどん垂れ下がってきます。支柱に結びつけてなんとか支えてみようと奮闘中。収穫した芋を種芋として春に植えたじゃがいもたちです。成長遅めで心配しましたが、やっとそれなりの大きさになりました。遅まきのオクラがちらほら。名前わからないけど大きなバッタ発見。外構工事の方も少しずつですが進めていきます。このブロックが重すぎて作業が憂鬱になります。改良型の型枠が外しやすいのが救いです。くぼみ取ってつき、完成したブロックが2つあるので設置していきます。
最近は一度に2つ以上やらないようにしています。以前ブロック4つを1日で作業した時には疲れ切って次の日が超つらかったです。抱っこ全盛期の娘にせがまれて抱き上げるも、腕とか腰とか太ももとかあちこち筋肉痛でやばかった。危うくひーちゃん落っことしそうになったりして、そんなわけで無理せずマイペースで続けることを決意した次第です。これです。これが重いんです。スマホほどじゃないですけど、微調整するときなんて膝がプルプルしちゃってます。まだ梅雨で曇ってるからマシですけど、真夏の炎天下で倒れたら誰にも気づかれずカラスの餌になってるかも。叩いてダメなら踏んでみよう。中年太りの恩恵を最大限に生かす DIY。 もう少しアバウトでもいいはず。細部にこだわりすぎて全体が見えない典型のような性格です。ようやく2つ目に取り掛かります。ブロックの重さは50キロあります。作ってる自分に腹が立ってきます。こういった工事の場合、曲線のラインが最も重要です。個々のブロックの高さや勾配は少しくらいずれていても目立ちませんし、実害もありません。全体としての高さや勾配が水糸などに沿っていればいいのですと毎回自分に言い聞かせ、さっさと作業を切り上げるように自己暗示を試みるも失敗。ネチネチと調整を繰り返す性格はそう簡単には調整できません。今回はこの辺りで終わりにします。ここまで10個設置しました。残り16個頑張ります。明日の健康診断の採血が怖くて落ち着かないので帰ります。お疲れ様でした。